みんな、澄んだもんなのだ。今日も元気に行ってみようなのだ。今日、澄んだもんがみんなに紹介する国は、情熱の国、キューバなのだ。ねえ、みんな、知ってたのだ。実はキューバって、あの有名なコカ・コーラが公式には売られていない、世界でもとっても珍しい場所の一つなのだ。なんだか不思議な国なのだ。そんなキューバの最新ニュースを今日は全部で5つお届けするのだ。中でも特に注目なのが4つ目のニュースなのだ。キューバ、野球選手への差別政策を批判という記事なのだ。ねえ、みんな聞いてほしいのだ。キューバ野球ソフトボール連盟、略して FCBS がなんと第6回ワールドベースボールクラシックの予備選手名簿を提出するようにまだ正式に呼ばれていないらしいのだ。9月1日には出場チームが50人の予備名簿を出すことになっていたのに、メジャーリーグベースボール MLB からは何の連絡もないのだ。大会の主催者もアメリカ政府の承認が得られなくてキューバの参加ができないって言っているのだ。 FCBS はこれをキューバの野球選手たちに対する差別的な政策だと強く非難しているのだ。アメリカのルールがキューバの選手たちの出場を妨げているのはスポーツの精神に完全に反しているのだ。この手続きが不当に引き延ばされているせいで選手選考にも影響が出ていてすごく困っているのだ。キューバは不公平で政治的な扱いを受けているのだ。これは国際大会が大切にするべき尊敬や公平透明性の原則に合わないって FCBS は言っているのだ。キューバは特別な扱いを求めているわけじゃないのだ。キューバの選手たちはグラウンドで正々堂々とプレーして WBC に出る権利を勝ち取ったのだ。オリンピックでのたくさんの偉業や世界選手権の優勝、そして世界に認められるほど素晴らしい選手たちをたくさん育ててきた歴史がキューバのスポーツとしての正当性を示しているのだ。だから官僚的な手口や政治的な理由で排除されようとしてもキューバの才能や情熱、そしてスポーツへのコミットメントは決して諦めないのだ。これからもキューバの選手たちが平等な条件で国を代表する権利をずっと守り続けるのだ。みんなもキューバの野球選手たちを応援してほしいのだ。応援したい気持ちになったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いするのだ。さあ、今日も一緒にキューバの最新情報を見ていくのだ。カリブ海に浮かぶ宝石のような国、キューバを紹介するのだ。アメリカのフロリダ半島のすぐ南に位置する島国で、首都は歴史と文化が息づくハバナなのだ。1959年のキューバ革命で世界に大きな影響を与え、フィデル・カストロが指導する社会主義国家を築いたのだ。長らくアメリカとの複雑な関係が国際社会の注目を集めてきたのだよ。人口は約1100万人ほどで、多様なルーツを持つ人々が暮らしているのだ。主要産業は世界的に有名な高品質の葉巻やサトウキビの生産、そして近年は豊かな自然と歴史的建造物を生かした観光業が特に盛んなのだ。医療分野の発展も目覚ましいのだよ。街を歩けば陽気なサルサやソンなどのラテン音楽が聞こえてくるのだ。カラフルな建物やクラシックカーがそのまま現役で走るレトロな風景はまるでタイムスリップしたような気分にさせてくれるのだ。ヘミングウェイも愛したこの地は文学やアートのインスピレーションの源でもあるのだ。近年では少しずつ経済の自由化が進んだり国際関係にも変化が見られたりして新しい時代を迎えようとしているのだ。観光業のさらなる発展も期待されている。これからも目が離せない魅力的な国なのだ。一つ目のニュースなのだ。回復したバスが首都で運行開始という記事なのだ。キューバの首都ハバナで修理が終わったバスが運行を始めたのだ。これはハバナの運輸関係者さんたちが今後数ヶ月でたくさんのバスを直して止まっているバスを減らそうと頑張っている結果なのだ。TRNSTORTACIN ハバナ TH の Facebook ページで
バスの修理プロジェクトの進み具合が発表されたのだ。ハバナの町では修理されたバスがもう走り始めているのだよ。これはターミナル支局のみんなのすごい努力のおかげだと運輸局は言っているのだ。進歩は本物でみんなで力を合わせて作っているのだと熱心に説明しているのだ。今すべてのターミナル支局は故障やタイヤ、バッテリーの問題で止まっているバスを動かすために一生懸命頑張っているのだよ。以前走っていたバスのいくつかはもう修理されて住民のためにサービスを提供しているのだ。他のバスも運行開始に向けて最後の調整をしている最中なのだ。もちろん大変なターミナルもあるけど、あらゆる原因で止まっているバスを直すためにものすごい努力がされているのだ。短期的な目標としては今後数ヶ月でさらに数十台のバスを修理して運行させ、住民サービスを優先しながら止まっているバスの数を減らし続けることなのだ。そしてこのバスの修理作業は1年を通して続けていくのだよ。TRNSTORTACIN ハバナ TH のみんなはハバナのバスの修理に関わったすべての人たちに心からの感謝を伝えているのだ。メカニックさん、エンジニアさん、専門家さん、そして頑張っているすべての従業員さんはみんなヒーローなのだと、彼らのひたむきな努力がハバナを動かす力になっているのだね。2つ目のニュースなのだ。じゃあ私何を学べばいいのという記事なのだ。ねえみんな、キューバの学生たちは進路選択で悩んでいるのだ。エリック君のように何を勉強したいかわからない子や、ラウラさんのようにギリギリまで決められない子が多いんだって。こんな時だからこそ職業訓練とキャリア指導がすごく大切になるのだ。これらは自分の興味を見つけて将来の仕事に備える訓練と、どうやって決断し社会で活躍するかを学ぶ指導のことなのだ。2つのプロセスが合わさることで満足できるキャリアを選べるようになるのだ。カマブエイ県にあるカミーロシエンフエゴス開拓者宮殿では、主に教育を含む10の専門分野で子どもたちの学びをサポートしているのだ。運輸や建設のクラブもあるけど、農業分野は指導員不足で課題を抱えているのだ。最近は航空クラブができたし、医療分野のクラブも準備中なのだ。でも県内には200以上の企業があるのに、協力しているのは10社程度で、もっと多くの企業が職業訓練を支援するべきだと考えられているのだ。これは企業の重要な責務でもあるのだ。進路指導は高校生だけでなく、中学生の頃からとっても重要なのだ。特に技術、専門教育に進む生徒にとってはね。カマブエイ県では教師不足が深刻だから、教員養成に力を入れているのだ。興味あるクラブに参加した生徒や、その分野の機関に親が所属している生徒には、直接そのキャリアを割り当てられる制度もあるけど、まだ全ての自治体で活用されていないのだ。子供の選択を親が反対することもあるから、家族への働きかけも欠かせないのだ。ある中学校では、生徒の興味に合わせたクラブ活動と家族の協力で、ほとんどの生徒が希望通りの進路に進めたのだ。だけど、先生を目指す生徒はまだ少ないのが課題なのだ。高校では、高等教育省の方針に基づき、地域の専門的ニーズに応える戦略が進められているのだ。基礎科学分野を優先し、大学や科学機関と連携してオープンキャンパスや選択科目などの活動を展開しているのだ。ここでも、やはり教員養成コースへの応募者不足が課題となっているのだ。生徒たちの興味をもっとよく理解し、たくさん対話することが必要なのだ。大学進学を望まない生徒もいるからね。職業訓練とキャリア指導は、学校だけでなく、様々なセクターが協力して計画的に進めるべきことなのだ。昔のホセ・マルティ先生も、地域に合わせた人材育成の大切さを説いていたのだ。みんなが何を勉強しようから何を勉強するか知ってるで自信を持って言えるようになるのが目標なのだ。3つ目のニュースなのだ。ルベーン、
ブラボ、アルバレス、ガヤモ教育学校、卓越した教育の15周年と2800人以上の卒業生を記念という記事なのだ。キューバのバヤモにあるルベーン・ブラボー・アルバレス教員養成学校がこの9月6日に創立15周年を迎えたのだ。この学校はグランマ州で一番の賞を獲得しているだけでなく、キューバでもトップクラスの教育機関として知られているのだ。これまでに2800人以上の教育者を育ててきたのだ。この学校はなんと36人の先生たちが自分たちの休暇を返上して建設に協力したというすごいエピソードがあるのだ。そして今では教育のスキルを競う全国大会で2度も優勝している強豪校なのだ。現在8つの専門分野で948人の生徒が学んでいて、都市や地方で活躍する先生になるために日々頑張っているのだ。学校には博士号や修士号を持つ素晴らしい先生たちがたくさんいるのだ。中にはフランク・カイス勲章やキューバ教育功労アキラといったとっても名誉ある賞をもらった先生もいるのだよ。校長のヨアンドラ・テレス先生はこの学校を命と呼んでいて、これからもずっとリーダーシップを保ち続けることを目標にしているのだ。全国大会での2度の優勝はもちろん、ほとんどの生徒が学業を最後までやり遂げているという素晴らしい成績を誇っているのだ。さらに15年連続でマルティアーノ集団として認められたり、キューバ労働者中央組合の旗を受け取ったり、国家先駆者や労働の偉業といった栄誉も持っているのだ。これはこの学校が教育にどれだけ真剣に取り組んでいて、どれだけ素晴らしいかを証明しているのだ。4つ目のニュースなのだ。キューバ野球選手への差別政策を批判という記事なのだ。ねえ、みんな聞いてほしいのだ。キューバ野球ソフトボール連盟、略して FCBS がなんと第6回ワールドベースボールクラシックの予備選手名簿を提出するようにまだ正式に呼ばれていないらしいのだ。9月1日には出場チームが50人の予備名簿を出すことになっていたのに、メジャーリーグベースボール MLB からは何の連絡もないのだ。大会の主催者もアメリカ政府の承認が得られなくてキューバの参加ができないって言っているのだ。 FCBS はこれをキューバの野球選手たちに対する差別的な政策だと強く非難しているのだ。アメリカのルールがキューバの選手たちの出場を妨げているのはスポーツの精神に完全に反しているのだ。この手続きが不当に引き延ばされているせいで選手選考にも影響が出ていてすごく困っているのだ。キューバは不公平で政治的な扱いを受けているのだ。これは国際大会が大切にするべき尊敬や公平、透明性の原則に合わないって FCBS は言っているのだ。キューバは特別な扱いを求めているわけじゃないのだ。キューバの選手たちはグラウンドで正々堂々とプレーして WBC に出る権利を勝ち取ったのだ。オリンピックでのたくさんの偉業や世界選手権の優勝、そして世界に認められるほど素晴らしい選手たちをたくさん育ててきた歴史がキューバのスポーツとしての正当性を示しているのだ。だから官僚的な手口や政治的な理由で排除されようとしてもキューバの才能や情熱、そしてスポーツへのコミットメントは決して諦めないのだ。これからもキューバの選手たちが平等な条件で国を代表する権利をずっと守り続けるのだ。5つ目のニュースなのだ。医療診断の技術試験という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。キューバの医務のエンサイオセンター、略して CIE は1987年に設立されてから38年もの間、国内の医療プログラムに欠かせない技術を支え続けているのだ。まるで医療の縁の下の力持ちさんなのだ。CIE のイダルメリス・エル・カスティージョ所長によると、特に新生児の病気を早く見つけるための診断強化が今一番力を入れている研究テーマなのだ。最近の大きな成果としては UMTESTMSUD
という検査キットが承認されたことなのだ。これはメープルシロップ尿症という赤ちゃんのおしっこが甘い匂いになる珍しい病気を生まれてすぐに診断するためのものなのだ。 CIE 独自のスマ技術という超微量分析システムを使って赤ちゃんのかかとから取るほんの少しの血液で特定の成分を正確に測れるのだ。この病気は早く見つけて治療しないと大変なことになるから早期診断がとっても重要なのだ。この素晴らしいスマ技術のおかげでキューバでは今生まれてきたばかりの赤ちゃんの7つもの病気が調べられるようになったのだ。さらに脳胞性繊維症という病気の診断キットスマシグナル FQ-PCR も開発されたのだ。これも早く診断することで赤ちゃんの生存率やその後の生活の質がぐんと良くなるのだ。スマ技術はキューバが世界で初めて HIV、エイズの母子感染をなくしたり先天性の病気診断プログラムで世界的にトップクラスになるなどたくさんのすごい功績を達成する基盤になったのだ。 CIE は他にも未来を見据えた研究を進めているのだ。例えばデング熱を症状が出始めてから24時間以内に診断できる迅速検査やトップアスリートの運動能力を科学的に評価するための乳酸測定システムを2025年末までに実用化する予定なのだ。他にも後期アルツハイマー病の診断法や子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスの検出法なども研究しているのだ。 CIE は2021年にはキューバ政府からハイテク企業として認定されているのだ。これからもキューバの医療技術がどんどん発展していくのが楽しみなのだ。キューバは困難にも負けず人々のたゆまぬ努力と独自の技術で交通、教育、医療、スポーツなど多岐にわたる分野で力強く前進しているのだ。陽気な音楽とレトロな街並みだけでなく未来を切り開く熱意もキューバの大きな魅力なのだ。これからも目が離せないのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。